僕の両親が日本に来ました。たった数日で5回も言葉を失いました。コインパーキング一つ見ただけで立ち止まって動かなくなったんです。一体そこにどんな驚くポイントがあるのか、50年以上韓国を見てきた母に話を聞いてみました。この動画を見ると日本の裏側には何があるのか見えてきます。今日は両親が衝撃を受けて固まった5つの瞬間、着物の使い方がおかしい、駐車場がありえない、避難が日常化している、結婚の前提が違う、結婚式の密度が異常という話を順番にしていきます。まず一つ目は、なんで着物をこんなに着るのって話でした。両親完全にフリーズしていたんですよ。浅草で振り袖とか浴衣着て人力車に乗る。これ、韓国人からすると完全に非日常なイベントなんです。その他にも日本の大学の卒業式、女性の袴率、大会で2割、3割くらいあるんじゃないかってレベルです。しかも全員デザイン違いますよね。色もカラーもバラバラですよね。一人一人が今日は主役ですっていう空気が出ていると思います。韓国はどうかというと、黒顔一択ですね。アメリカ大学の卒業式をイメージすると分かりやすいですね。さらに衝撃だったのが、結婚記念写真、神社、家族、カメラメンが集まっているような姿、そこに着物を着ているような姿を見ると、完全に映画のワンシーンのように感じたらしいです。伝統は保存するものじゃなくて、使って楽しむものなんだと、人生の節目をちゃんとイベント化する、卒業、成人、結婚、全部体験として設計されてますね。韓国で、韓国人が韓服を着る機会、チマジョゴリと言いますか、それほぼなくなりました。昔は家族行事でよく着ていました。僕も5歳ぐらいは一回着た覚えもあるんですけどね。今になっては統計によると9割近くは着ないらしいですね。二つ目は、なんで駐車場がこんなに多いって話です。東京23区、地方もそうですが、ちょっと空き地があったら、すぐにコインパーキングできますよね。タイムズさんとか、三井のリパークとかありますよね。韓国だとどうなのかというと、道路の端っこに止める、両肩に止めるの普通にあります。黙認されるケースもあります。もちろん欲はないと思いますが、ちょっと便利っていうのはわかるんですよね。お金かからないですし、気軽く動けるというのはありますよね。でも、普通に違反ですし、事故起きやすいですよね。なぜなら、死角がその分増えていくわけですもんね。そして交通渋滞も起きやすいですよね。例えば道路が全部で4車線道路で、その端っこが車だったら2車線しか使えないわけであります。で、日本に来ると、その駐車違反アウトですよね。1万以上払いますし、点数もつきますよね。だから、日本という環境では空きスペースは駐車として管理している環境があると思います。だから、韓国と日本の事業がかなり違ってて、これも面白いポイントだったようです。3番目の話は、地震の避難が日常生活レベルなのっていう話でした。日本、住宅街を歩くと必ずありますよね。広域避難場所っていう看板がどこかにはあると思います。小学校、公園、全部指定されていますよね。全国で、僕が聞いた話だと、約10万個近くある聞いています。さらに、防災倉庫、中には水とか毛布とか、多分発電機とか、簡易トイレとかありそうですよね。日本だと、小学校で、避難訓練やることありますよね。火事、地震、津波とか、全部パターン化して練習していると思いますね。僕も最初日本に来た時、そういう防災センターに、留学生担当者の方々が連れて行ってくれて、体験させて、いただきました。韓国かなり事情違ってて、地震を経験することがほぼゼロなんですね。地理的に。だから、そういった避難訓練っていうのも、そこまで徹底されていない。だから日本に来ると違和感なんです。母が言いました。自然災害って怖いと思った。でもその分準備しているのねと。こういった恐怖ってことを、事前の設計で、コントロールしているってことですね。
で、4番目は結婚に対する考え方がこんなに違うのってことでした。価値観がひっくり返りました。いわばこの状況で結婚するのってことです。例えば日本は20代夫婦でも賃貸からスタートする場合多いですよね。ワンルームとか 1LDK、家賃数万円から10万、十数万ぐらいで始めていく。で、これ韓国だとどうか、家を買うってことが当たり前なんですね。ソウル基準で言うと、結婚時に数千万円レベルの住宅の資金が準備できているかどうかってことが、かなり大事です。もちろんその数千万っていうのは自分で全部稼いでやったっていうのはかなり難しいので、その分例えば資産を増用してもらったりとか、もしくはローンを組んで、その資産が準備できるのかってことが大事なんですね。なぜなら、韓国の経済社会構造、ソウルに集中していますし、そのソウルで賃貸で生活するというのは不安定性が大きいんです。というか、家の値段、毎年高まっています。早いうちに買っておかないといつ住めなくなるかわかりません。だからどうなるか、結婚は個人の問題じゃありません。家族としての問題、プロジェクトになります。親が支援してくれたりとか、頭金出してくれたりとか、ローンを組んだりとか。で、そういう経済的なことが、韓国という状況では大事なので、その分、例えば結婚する年齢というのも、ある程度落ち着いてから、例えば30代前半からやるってこともあります。一方、日本の場合だと、支援なしでスタートする場合もあると思いますし、その場合、年収だったりとか、定量的な条件ってことは、韓国みたいにはなってないかなっていうふうに、個人的には思っています。でその分、結婚のハードルが低くなっているかもしれません。僕の母が言いました。この条件で結婚できるなら、韓国はもっと子供増えるよってことですね。確かに、もちろん韓国社会もそれをしないと大変だからみんなそうしてるとは思いますが、あんまりにもそこにとらわれると、例えばお金でとか家とか人生の第一位ではないんじゃないですか。要はその人と一緒にいて幸せになれるかどうかじゃないですか。家同行の話で、それが切れるとしたら残念かなというふうに僕も思っていますね。最後5つ目、結婚式をこんなに徹底しているのって話でした。そこまでやるんだと驚いていたんですね。まず、招待状。韓国、日本も招待状あると思いますが、日本の返信率ほぼ 100% ですよね。出席する前提で設計されている。そして呼ばれたら行くこと多いですよね。さらに席の蓋、一人一人の名前カード、席はどのように、座るのか、誰がどこにとか、全部決まっていますよね。というのも、日本の場合ですと、そこに行く人の人数っていうのが、数十人単位ですよね。多くても100人を超えないことが日本は多いんじゃないですか。だから、その限られた人を読んで大事な人たちとしっかり一日を楽しむ、長く盛大に祝うってことがあると思います。一方、韓国は事情が違ってて、100人とか200人も普通に行きます。会社の人とか、親の知り合いとか、遠い親戚も全員来て、みんなで楽しもうね、的な考え方なんというふうに思います。そして時間も短い場合が多くて、例えば2、3時間やって、もう終わり、解散みたいな形なんですね。だから、同じ結婚式場で何組も入ってるような場合もありますし、その結婚式ということを軽く親戚とか知り合いに会って食事して終わる、その一日の一部の用事として扱われるような場合もあるというふうに思います。いわばなんですが、韓国は、多く、そして浅くだとしたら、日本は狭く深く的な考え方の違いかもしれません。ここまで見てどうでしたか？地球から見たら、同じ東北アジアで、日本と韓国の距離、世界から見たら近いんですが、皆さんご存知のように全く違いますよね。日本は、一言で圧縮すると日常を整えるような考え方、価値観。韓国は一言で圧縮するとスピードで突破するような価値観、考え方。だから、生き方もだいぶ違うかなというふうに思います。
この違いを知ると、なんか世界観、価値観がもっと広く見れるかもしれない。いろんな考え方ができるかもしれないと思ったんですね。この考え方もある。この考え方もある。これだけが答えじゃないというふうに僕は思っています。だから、引き出しというふうに言いますかっていうのはあると思うんですね。この両方を知っておいて、例えば自分はこういう状況であればどこがいいのかってことを、両方知ってると、選択肢としていろいろあるっていうことが、僕が、日本に住んで、韓国に昔住んでいて面白いかなというふうに思っております。皆さんも、韓国、日本だけじゃなくて、世界いろんな国でいろんな価値観があると思いますので、それを見て、引き出しとして使ったら良いかもしれません。よかったら他の動画も見てください。以上、パクンでした。アニョン。